皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、前回の動画、米韓首脳会談の成果とその問題点について指摘した動画のその2となっています。ムン・ジェイン大統領はこの米韓首脳会談において様々な成果を上げたと誇っているわけですが、その中身については、ほとんどの場合が嘘、大げさ、紛らわしいに分類されるものがたくさんあって、今回はその関連動画の2段目となります。今回取り上げる話というのは、ムン・ジェイン大統領が成果だとして誇っていた新型コロナウイルスのワクチンモデルナ社の受託生産を韓国企業が行うのだ。これによって韓国国内にはワクチンの研究開発や生産拠点などがどんどんと集まってくるような動きが出てくる。これはまさにグローバルハブへと発展する大きな前進であるという話をしていました。ところがこの韓国での委託生産の中身がどのようなものであるのか、その詳細を伝える記事が韓国国内で出ると、なんだこんな話なのかとかなりがっかりな反応が出ているそうです。なぜならば、委託生産というと私たちはもう全てを自前で作ることができて、生産のノウハウなども吸収できるし、国内で必要であればどんどんと生産量を増やしていくようなこともできるのかなとついつい思ってしまうものなのですが、実際の契約は全くそのようなものではなく、あくまでもモデルナが原液を作り、その原液を輸入して小瓶のような実際に使用するための製品化を行うという話だったのです。もちろん原液から小分けしていくその作業そのものについても厳重な衛生管理や品質面での担保など必要な技術は高いものですが、だからといってそれはあくまでもワクチンを生産する技術などに通じるものではありません。また、韓国の工場で作られたからといって、韓国で使われるかどうかといった点についても実は違いますよという話が今回の契約の中身です。あくまでもモデルナが受注したものを生産分を振り分ける中において、その振り分ける工場の一つが韓国の企業に過ぎませんよという話です。ですから韓国の工場で作ったからといって韓国で使うわけではなく、例えばより必要としている地域、国などがモデルナと契約し出荷することになれば、韓国で作ったからといって韓国国民には誰も使われずにどんどんと輸出される可能性というものもあるのです。こういった点などがまさに韓国国民にとっての失望を生む話となっています。というわけで、韓国企業が委託生産をするんですよという話のその内容を見ていきましょう。サムスンバイオ、モデルナとワクチン生産委託契約。でも、重点放送だけ。米国系グローバル製薬会社のモデルナとサムスンバイオロジックスの間で新型コロナウイルスワクチン生産の委託契約が成立した。モデルナはこれとは別に韓国国内にワクチン生産施設を建てるために直接投資をするかどうかを韓国政府と話し合うという覚書も交わした。ひとまず韓国企業が4種類のコロナワクチンのうちメッセンジャー RNA を含む3種類のワクチンを受託生産することになり、コロナ禍の長期化に対応する戦略的多様性を備えることになったことが注目される。ただし、このような受託生産が韓国国内への供給の拡大や受託企業の収益性などにどれほど大きな実益をもたらすかは不透明だ。サムスンバイオはワクチン原液の製造技術は移転を受けられず、充填と包装のみを行うという低水準の協力にとどまったことが限界として指摘されている。23日の韓国政府サムスンバイオ、モデルナの説明を総合すると、22日にアメリカ・ワシントンで開かれたワクチン企業パートナーシップ行事において、モデルナが韓国側に推進、または検討の意思を明らかにした事業は大きく2つに分けられる。まず、サムスンバイオとは数億回分規模の委託生産契約を交わした。これによりサムスンバイオは第3四半期よりモデルナからワクチンの原液の供給を受け、米国以外の地域に供給されるワクチンを重点包装する完成品生産を行うことになる。モデルナがスイス企業のロンザにはメッセンジャー RNA ワクチンの製造技術の移転を伴う原液生産を任せたのとは技術協力水準での違いが明らかだ。すでに SK バイオサイエンスがアストラゼネカ、ノババックスのワクチンを原液から完成品まで全て受託生産する契約を結んでおり、ロシアのワクチンスプートニク V を受託生産するヒュオンスなどの国内企業のコンソーシアムも技術移転を受けて原液や完成品生産を全て行うが、これらとは異なる。もう一つの事業はモデルナによる韓国内のメッセンジャー RNA ワクチン施設への直接投資だ。これは産業通商支援部保健福祉部と交わしたモデルナの潜在的な韓国投資及び生産に関する議論における
協力に向けた覚書に盛り込まれた。これについて産業部の室長は、モデルナがワクチン生産施設を韓国に建設するという意思を確認したものとし、今後のさらなる論議で最終的な投資内容が決定されるだろうと説明した。これに先立ちモデルナの CEO はワシントンの同行事で本日交わされる覚書によって韓国でのメッセンジャー RNA ワクチンの生産施設の建設を急ぐのは未来のためであり、サムスンバイオに完成品の重点を委託することにしたのはコロナパンデミックに対応した現在の問題と述べた。ただ、モデルナが韓国に生産施設を自ら建設するまでに至るかについては不透明な部分が多い。業界では、モデルナが韓国政府の支援水準に満足できなければ、投資する国を変えるだろうという見方も出ている。産業部の室長はこの日、覚書に基づき、モデルナに工場用地を推薦するなど、投資活動を支援すると述べた。しかし、21日の日本経済新聞は、モデルナの CEO が電話取材に対し、日本を含めたアジアでのワクチン生産について検討している。日本の製薬業界の関係者と協議を進めていると述べたと報じている。このあたりモデルナとしては、どの国からより良い条件が出てくるかというのをある程度見定めた上で、一番良い条件のところに生産施設を作るかもしれないという話です。というわけで、ムン・ジェイン大統領がこれはすごい成果だよと言っていた話というのは、基本的にはモデルナが作った原液をあくまでも小さな瓶に分けていきますよという話であって、韓国国民にとってはかなりがっかりな内容でした。ただし、そのようながっかりな内容でしたよなんてことは大統領の口からは言えないわけですから、その話をそらすために韓国国内で様々なワクチンの製造ができますよということを持ってきてグローバルハブへと発展するんだ。今回の件というのはまさにそうしたワクチン強国の第一歩であるといった話などをして、なんとか話をごまかそうとしているわけです。しかし、ワクチンハブになるんだというこの構想それ自体が私は間違っていると思います。なぜならば、ワクチンの開発そのものはそれぞれの会社がするのは当たり前のことであり、わざわざ一箇所に集まって複数の企業が研究開発する必要など全くありません。また、それぞれのメーカーはそれぞれの自分の販売網においてワクチンをどんどんと世界各国に販売するわけですから、別に韓国のことを気にかける必要など全くないのです。ですから、どこかの国に研究開発が一挙に集まることなどそもそもありえませんし、また製造についてもそれぞれ各社が分散してやるんであれば、結局のところそれもまた韓国に集まっている理由などはありません。また、これはあくまでもワクチンという全体の話としてするのですが、ワクチンは先進国向けと一方において開発途上国向けに作っている国というのがある程度色分けすることができます。そのことがわかる資料を少しお見せしましょう。こちらは世界のワクチン販売量をどの企業が行っているかというグラフです。こちらのグラフというのは新型コロナウイルスに対するワクチンの話ではなく、それ以前の話なのですが、しかし全体の傾向としてどのメーカーがどのような販売量を持っているかというのは、それこそ今後のことを考えるには非常に重要なデータとなります。なぜならば、ここで並んでいるメーカーには一つの特徴があるからです。それでは販売数量の少ない方から見ていきましょう。ジョンソン&ジョンソン、メルク、グラクソ、サノフィ、こちらのメーカーはどれも欧米の企業です。そして販売量が一番多い、一番下の企業というのが SII、セラムインスティテュート・オブ・インディアというインドの会社です。インドはもともと人口の多い国ですから、必要とされるワクチン量というものも非常に多いものです。だから販売数量も多いんだなという話で終わるわけではなく、これだけの販売数量を持っているということは、その裏付けとして大規模な生産設備を持っているということが分かります。新型コロナウイルスに対するワクチン製造においても、この SII はアストラゼネカのワクチンの受託生産を行っており、開発途上国向けにワクチンを供給する COVAX のシステムなどには、このインドで製造されたワクチンが当てられる予定になっています。現在のところ、インドにおいては新型コロナウイルスの感染爆発があり、世界各国へ供給するその能力というのが今は国内向けに向いている状態ではありますが、インドにおける感染爆発が収まり、そして世界へと供給というものが始まれば、私はかなりの量のインド製のワクチンが出回ることになると思っています。ただし、多くの国々においてはこのSII が作ったんだよという部分はあまりわからないことでしょう。おそらくは受託生産という形で欧米メーカーのワクチンを SII はきっと作ると思うからです。すでにアストラゼネカのワクチンを受託生産していることからもわかるように、 SII が自身で作ったものだけではなく、他のメーカーからの受託も受ける形で
大量にワクチンを作り、そして販売する力というものを持っているのです。そしてこのグラフからわかることがもう一つあります。欧米各国、いわゆる購買力のある国々においては、やはり欧米メーカーの作ったワクチンというものが供給される傾向にあるということです。さらにもう一つわかることがあります。これら世界販売量の中から考えると、韓国のメーカーはどこにも存在しないということです。このあたりもムン・ジェイン大統領が韓国においてワクチン開発の一大拠点を築こうとしているグローバルハブ構想というのが全くの現在は夢物語に過ぎないということをわかる、こうしたデータだと私は思います。ご覧いただいたように、世界のワクチン供給のその大元となる企業というものは欧米各国やもしくはインド企業になっています。現在のところ新型コロナウイルスに対するワクチンというのは世界各国でまだまだ不足している状態ですから、現在のところ韓国企業にも受託生産の話が来ているわけですが、私はこの需要というものが一巡した後においては、そもそも開発能力のある国においては自国企業の作ったワクチンというものをどんどんと使い始めるでしょう。その中においては私たちの知らないような企業というのも当然出てくるはずです。東南アジア各国においては自国企業で何とか生産できないかといった話から自主開発に乗り出しているところもたくさんありますから、長い年数がかからずにそれぞれの国における自給自足の体制というものがどんどんと整っていくでしょう。そうした意味においては自国で開発する能力がない開発途上国においては輸入に頼らざるを得ないわけですが、それについて言っても全体の需要が下がってくれば現在のようなワクチン不足から解消されることによって、もともと開発の大元であった例えばファイザーであったりモデルナが自社工場を元にして作ったものを世界各国に輸出する、また安いものを求める開発途上国はインドの会社にある程度の生産をお願いするといった形で世界需要が満たされるような未来というのが数年後には確立されるでしょう。そういった意味では韓国の企業がこれからどんどんと成長し、世界的なワクチンの一大研究開発拠点、そして製造拠点になる未来などというのは私には全く見えません。このあたりは完全にムン・ジェイン大統領の国内向けの私は仕事しているアピールの一つに過ぎないと思います。またそういった意味では日本においても現在は欧米メーカーのファイザーであるとかモデルナ、イギリスのアストラゼネカのワクチンなどについての話が出ているわけですが、日本国内でも日本企業によるワクチン開発というものは徐々に進んでいますから、このあたり政府としてもしっかりと必要な事務処理などについて優遇措置を取ったり、また研究開発でまだ資金的な面で不安があるところがあればどんどんと税制優遇を与えるなどといった形で、日本人には日本企業の作ったワクチンを供給する体制というものを今後はどんどんと整備するための政策を打っていくべきでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。